この新型40系アルファード納車は1年経ちました。ハイブリッド Z グレード E4 で数々アドバンス機能のオプションを加えました。電動4輪駆動 E4 システムを搭載しており、前後輪のトルク配分を自動的に制御します。ドライ路面においてもハンドリングが良く、コーナリング性能が優れています。ロールという車両が外側に傾く現象が少ないです。静かな音やトルクの立ち上がりなど加速感がスムーズで、市街地走行でも楽しいです。アドバンストドライブ機能は面白くて、高速道路や自動車専用道路での運転支援機能として、車線維持や加減速などをサポートします。車が車線を逸脱しそうになると、ステアリング操作を補助して車線内に戻すようにします。レーンチェンジアシスト LCA という自動車線変更支援機能が搭載されています。システムが車線変更のタイミングを判断し、ハンドル操作をサポートします。しかし、車線変更後、方向指示レバーは自動的に戻さず、手動での操作はしょっちゅう行き過ぎで、反対方向へ転倒してしまいました。前方の車両との距離を保ちながら、設定した速度で走行します。低速アダプティブクルーズコントロール ACC は素晴らしい。特に渋滞時や低速走行時に便利な機能です。安全面の考慮かもしれませんが、ボタンの操作の反応はとても鈍い。ちょっと時間長めに押す必要です。車起動時も確実1秒以上先にブレーキを踏まないと始動しません。車のキャリは毎日感知します。電動モーターを使用して後輪にも動力を供給するため、悪路や雪道でのトラクションが優れています。パドルシフトを使ってギアを下げることで、エンジンブレーキを効果的に活用できます。下り坂やカーブでの安定した走行が可能です。雪道を走るドライバーだけでなく、運転を楽しみたいドライバーにも E4 を選ぶことをお勧めしたいと思います。360度のパノラマビューで狭い道での走行に役に立ちます。表示持続時間はもっと長めにしてほしいところです。さあ、Z プレミアベルファイアの話ですが、白いハイブリッド FF 前輪駆動を車1日借りる機会がありました。後ろの設計は大ベルファイアよりはるかに美しく、下方のメッキはアルファードより綺麗です。側面とアルファードと似ていますが、19インチのタイヤとその間のメッキは印象的、かっこいいです。フロントグリルは力強さや迫力を加えた横3デザインが特徴ですが、個人的にアルファードのフロントと微灯が好きです。HEV2WD は燃費効率が良く、日常の街乗りには力不足を感じしません。Z プレミアに搭載されている周波数感応型ショックアブソバー、走行中の振動や衝撃を効果的に吸収し、ダンピングの効果、つまり振動減衰は明らかです。アブソバーついていないアルファードより安定性が増していますが、 FF のため 4WD のアルファードよりロール感の差が感じしません。むしろコーナリング時の安定性について 4WD のアルファードの方が優れています。下り坂でエンジンブレーキも 4WD より効きにくいです。アルファードはよりダイレクトな路面フィードバックと、より敏感なステアリング応答を感じると思います。一方、ベルファイアを慣れますと、路面の感覚やステアリング応答性や、すぐアルファードとの差を忘れてしまう程度です。
ベルファイア Z プレミアの内装。こちらのオプションついているアルファード Z と一見の差が小さいですが、Z プレミアの本革シートは素敵です。新車の匂いも少ないです。この車はスライドドアの下にユニバーサルステップを採用していませんので、乗り降りは少々不便が感じされます。今回ベルファイア Z プレミア丸1日の試乗は楽しかったです。